皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は6月26日土曜日、第42回目です。原爆投下の真実、その7回目です。都市の無差別爆撃は原爆投下の予兆であった。本日のポイントです。日本本土、しかも都市に対する無差別爆撃は周到に計画されたものでした。3月10日、東京大空襲では一晩で8万4千人が犠牲になり、100万人が家を失いました。これを全国に繰り広げ、死傷者数80万人に及びました。これは原爆の悲劇に匹敵しますが、すでに日本全土で繰り広げられていたのです。米国は日本民族の大虐殺を行い、この批判を封じ込めました。そのため日本人ですらその実態が分かっておらず、無関心なのです。広島と長崎の原爆は世界的に有名です。その陰で原爆以上に日本全土に被害と恐怖を与えた都市の無差別爆撃を私たち日本人は忘れているのではないでしょうか。それが本日のテーマ、都市の無差別爆撃は原爆投下の予兆であったです。それは周到に計画されました。欧州のように石やレンガ、コンクリート作りではなく、日本の家屋が木造であることに着目し、従来の爆弾による破壊ではなく、焼き尽くすために開発された焼夷弾で、明白な残虐行為でした。日本全土が火の海と化しました。米軍の当初の攻撃は精密爆撃でした。それが無差別爆撃へ移行した経緯をご説明します。当初の空爆は人道上の配慮から軍需工場や港などの軍事拠点を狙った精密爆撃、ピンポイントでした。昼間に高射砲を避けて1万メートルの高高度から爆弾を落としました。日本独特の上空でのジェット気流で流されるなどして攻撃目標を外れることが多く、莫大な費用をかけて開発した B29 爆撃に目立った成果は上げられませんでした。そのため指揮官が更迭されました。1945年1月、欧州戦線でドイツの都市への無差別爆撃を指揮したカーチス・ルメイ少将がマリアナ諸島を基地とする爆撃軍団の司令官になります。彼は攻撃精度を高めるため、都市への無差別爆撃に大きく変更し、また日本の木造家屋に絶大な効果のある焼夷弾爆撃に切り替えました。日本の敗戦が決定的となったのは、日本の南東に位置するマリアナ沖海戦や硫黄島の戦いで敗北した時からです。そこで日本軍はほとんどの空母や戦艦、それに戦闘機と熟練したパイロットを失いました。制海、制空権を失うということ。加えて、米軍に日本本土爆撃のための基地を与えるということは致命的なことでした。この時点で日米戦争の決着はついていました。あとは米軍のやりたい放題。米軍はそこからいつでも日本本土を爆撃することができるようになりました。B29 大型爆撃機が常時1000機待機していました。国力軍事力の圧倒的差を見せつけられます。極秘で巨額の開発費を投じた原爆開発と同様に、もう一つのプロジェクトが B29 大型爆撃機の開発でした。これを1600機揃え、日本向けに焼夷弾も開発させたのでした。その第一弾が東京大空襲です。B29 が300機飛来し、33万発の焼夷弾を投下、3時間にわたり嵐のように落とし続けました。人口密集地帯だった東部の下町は火の海となり、8万4千人が犠牲になりました。被害家屋は約27万戸、推定100万人が住む家もなく、焼け出されました。
編隊を組んだ B29 が低空から隙間なく焼夷弾を落として町全体を焼き払う銃弾爆撃、つまり絨毯を広げるように爆撃する始まりでした。これには米国ハーバード大学の科学者たちが機器として開発に携わったそうです。日本の住宅を米国の砂漠に再現し、障子まで取り付け、新型爆弾の燃焼を実験しました。当初から民間人の無差別、大量殺戮を計画していました。ここで2分余りの動画をご覧いただきます。この爆弾がどのように投下され、被害が広がるように考案されたかが解説されています。動画2分です。太平洋戦争末期、日本上空に編隊を組んで飛んできたアメリカ軍の爆撃機 B29。その機内に詰め込まれていたのが焼夷弾でした。これは焼夷弾を作る工場の記録映像です。筒状の爆弾を一本一本束ね、金属製のカバーを取り付け、次々と組み立てていく様子が映し出されています。B29 から投下された爆弾は放物線を描きながら落下。上空およそ700メートルでカバーを固定する鉄のバンドが外れ、一塊になっていた焼夷弾は空中でバラバラになります。一発の爆弾に19発の焼夷弾が前後2弾合わせて38発入っていました。鉄製の筒の長さはおよそ51センチ、先端には起爆装置となる信管とマグネシウム TNT 火薬が詰められ、その上部にはガソリンを含んだゼリー状の着火剤が袋詰めされていました。リボンをたなびかせてまっすぐに落ちてきた焼夷弾はその勢いのまま屋根を貫通、天井裏にとどまるか床の上に転がるように設計されていました。横倒しになって数秒経ってから火薬が爆発、火のついた着火剤が飛び散りました。アメリカ軍の実験映像です。爆発後に飛び散った着火剤が壁や床にへばりついたまま燃え、水をかけても消えにくかったといいます。雨あられと降り注ぐ焼夷弾、町全体を火の海に変え、人々は逃げ惑い、次々と命を失っていきました。こうした空襲は日本全土に広がり、終戦の日の8月15日まで続きました。5トントラック300台の焼夷弾をわずか3時間で落としたのです。焼夷弾の集中豪雨といえばお分かりになるでしょう。まず逃げ場を防ぐために四方の外側に火の壁を作り、それから逃げ惑う人々の頭の上に嵐のように焼夷弾を落とし続けました。まさに大量殺戮です。東京3月10日、東京のほとんどが消失しました。3月12日には名古屋、13日には大阪、17日は神戸、大都市が軒並み空襲を受けて壊滅状態になりました。次第に人口10万から20万の地方、中小都市も標的となり、空爆は全土へと広がっていきました。米軍が撮影した各都市の航空写真です。ほとんど焼け野原です。次に日本全国の都道府県別、被害市町村の数、死者、行方不明者、負傷者、損失、家屋数、その一覧です。都道府県名、被害市町村数、死者数、行方不明者数、負傷者数、損失家屋数です。日本国内では戦闘員はほとんど国外に出兵しており、民間人である女、子供、老人がほとんどでした。その本土を爆撃し、死傷者約100万人の犠牲者を出したのです。軍事工場を目的としたというのは建前で、
住宅密集地と、ついでに工業地帯も区別なく爆撃をしました。日本人の戦意をくじくためだと言いますが、あまりの残虐行為でした。カーチス・メール少将は、日本の都市を野獣のように荒らし回り、灰にしました。半年の間に日本の計67都市を空爆し、もう爆撃する町は残っていないと言いました。ドイツの都市無差別爆撃と同様、日本でも生身の人間に爆撃しても、良心の痛みには蓋をしました。戦後、ジョン・ F ・ケネディ政権時代の1960年から本格化したベトナム戦争では、空軍参謀総長の任にあり、北ベトナムを石器時代に戻してやると豪語し、北爆を推進しました。人道上、軍事工場に絞って精密爆撃をした先の指揮官は更迭され、無差別爆撃の絨毯爆撃で多大な成果を出した彼が昇進の階段を駆け上がっていきました。戦後彼は日本から勲一等旭日大綬章を授与されました。理由は日本の航空自衛隊育成の貢献です。軍人としても人間としても私は抗議します。彼が東京大空襲や原爆投下を行った部隊の指揮官だったことから、授与に対して批判も大きかったのです。私たちはこの事実すら聞いたことがありません。無関心であるということは、このようなことですら知らないということです。知らなかったといつまでも言っていていいのかと私は思います。これらは誰でも見られるウィキペディアに記載されています。私たちには知る権利があります。同時に真実を知る責任もあるのではないでしょうか。いくら戦後の日本に貢献があったといえ、日本を火の海とした現場指揮官に勲章を授与するとはひどい話です。ドイツ、日本、そしてベトナムの都市を無差別爆撃した、そのことは明らかに人道上、国際法上違反です。彼の指揮のもと、何百万の人々が死んだことでしょう。それでも米国はそれを正当化し、彼に栄誉を与えました。米国とはそういう一面を持つ国です。自分たちこそ常に正義なのです。彼は軍人としては評価されたのかもしれません。しかし彼に勲章を与えたことは、日本の被害者と命に代えても日本を守ろうとした兵士に対し、何と申し開きするのでしょうか。戦後日本人の意識が変えられた証拠だと私は思います。戦前の日本ならありえないことです。さて、日本兵の勇敢な戦いぶりは非常に有名です。特に南方の島々では、兵力の圧倒的さにもかかわらず、勇敢に戦い、その多くが玉砕しました。初めから勝てる見込みのない戦いを、一日でも長く米軍を足止めしたい一心でした。一日自分たちが生き延びれば、それだけ祖国の家族や国民が生き延びることができる。その一つ、硫黄島の戦いがあります。一切の援軍が断たれたのです。日本の守備兵力2933名のうち 96% の20129名が戦死しました。一方、圧倒的な兵力にもかかわらず、アメリカ軍は戦死6821名、戦傷、つまり負傷21865名の計28686名の損害を受けました。激戦地の一つとして知られています。大東亜戦争後期の上陸戦でのアメリカ軍部隊の被害が日本軍を上回った稀な戦いであり、戦後日本人ですら日本兵の死は犬死にだ、あるいはヒステリー状態にあったと揶揄する人がいます。しかし兵士は冷静に戦況を把握していました。
自分たちの戦いが家族と祖国を守るという大きな自負心を持って戦い抜いたことを改めて思い起こしたいのです。この地図をご覧いただければ、よりご理解いただけるかと存じます。日本本土との距離がいかに近くなったか、そして本土に最も近い硫黄島こそ、本土を爆撃した B29 が何かあれば不時着できる避難用としてどうしても必要であったのです。硫黄島の奪取によって、アメリカ軍がマリアナから出撃して日本本土空襲を行っていた B29 を支援するための理想的な位置の島を手に入れました。終戦までの間に延べ2251機の B29 が硫黄島に不時着し、アメリカ軍は硫黄島の戦いでの自国の死者6821名と負傷者22000名の代償として、延べ25000の航空機乗員が硫黄島の恩恵を受けました。身を挺して戦った兵士を偲ぶ一幕があります。小野田少尉、博さんは毎年終戦の8月15日、靖国神社に参拝し挨拶をしておられます。靖国神社終戦60周年国民の集いの小野田さんのご挨拶を紹介いたします。一国の首相たる小泉首相が、この靖国神社にお参りして、心ならずもと英霊に対して言葉をかけております。果たして私たちは、心ならずもあの戦争で命を散らしたのでありましょうか。私は国の手違いにより15年間、靖国神社にお祭りしていただきました。もし私がその時に本当に死んでいたとすれば、国のために我々が戦わなければ誰が戦えるのかと、そういう自分たちの誇りを持って力いっぱい笑って死んでいったのであり、また私だけでなく私の仲間も皆そうであります。それがなんで同情の対象なんでしょう。誇りを持って死んだ人々に対してなぜ黙ってありがとうございましたと感謝の念を捧げられるのか、私は小泉首相に大反対であります。先人の歴史を学ぶことは宝探しのようです。知らなかったといつまでも言いたくないと思うのです。私たちには忘れてはならない。どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、家族愛と同胞愛でした。鬼畜米英を合言葉に、日本がアメリカやイギリスと戦ったと言われます。米国や英国は鬼畜生のように憎い。それなら憎しみが原動力となります。日本兵の勇敢さの原動力は、憎しみより家族と同胞への強い愛からでした。無念の死を遂げた彼らの最後まで心熱くしたのは、命に代えてでも守りたい人々がいたのです。米国の日本本土への爆撃、しかも無差別爆撃や極めつけの原爆というあまりの悲惨な出来事から、自分たちが盾となり守ろうとした先人の勇気とその愛の大きさを私たちは称えたいと思います。ここで聖書の一節をご紹介いたします。キリストが弟子たちに語られ、世界的にも有名な言葉です。愛の本質を一言葉で表しています。命よりも大切なもの、命に代えてでも守りたいものがある人は幸せだと言います。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。もう一度お読みします。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。新約聖書ヨハネの福音書15章。それではお知らせです。次回第43回目7月3日土曜日、毎週土曜日の予定です。原爆投下の真実8回目。最後まで原爆阻止に尽力した科学者たち。75年前、広島と長崎に原爆が落とされた事実は変えられません。しかし、原爆開発に携わった
多くの科学者が原爆の悲劇と拡散の危険を訴え続け、最後まで尽力したことは、私たち日本人にとってせめともの慰めです。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございました。